くん、バジ君に勝ってほしい。これこんにちは、スタルケルです。皆さんこちらのベイ覚えてますでしょうか？はい、この呪術廻戦の五条悟ベイを作ってみたっていう動画を以前出したんですけども、このね動画が結構人気で今回もねそのアニメをこうベイブレードにしてみたっていう、動画をやっていきたいと思っているんですけども、皆さんちょっといきなりなんですけども、胸ぐらをつかまれて強烈なパンチを食らってよろけたことってありますでしょうか？自分はないですね。ということでね、皆さん今めちゃくちゃ流行ってるアニメといえば、そう東京リベンジャーズですよね。ということで今回は東京リベンジャーズのベイブレードをね作っていきたいと思います。で、どのキャラをね作るかっていう話なんですけども、きっと主人公の花垣武道くんをね作るんじゃないかと思ってる方いるかと思うんですけども、この前回の呪術廻戦ベイでも主人公の虎杖裕二くんを作らずにこの五条悟ベイを作ったので、今回も主人公ではなく今回は佐野万次郎を作っていきたいと思います。それではやっていきましょう。皆さんお久しぶりです。スタコです。というのも最近スタルケルさんが全然オリジナルベイを作っていなかったので、私の出番がなかったんですよね。今日は久々の登場なので、スタルケルさんに許可をもらってたくさん喋っちゃいたいと思います。何気に今回の東京リベンジャーズのベイが、初のオリジナルダイナマイトベイになるので、DB ベイの原型から作っていってます。原型を作るときは色々試行錯誤した結果、ノギスの数字だけを頼りに作る方法にしたらしいですよ。ここで通り部の話になるんですが、皆さんはどのキャラが好きですか？私は千冬くんです。自分が認めた人に忠誠を誓い添い遂げる姿にやられちゃいました。あと千冬くんの笑顔に癒されてます。可愛さのギャップにやられますよね。ちなみに未来の千冬くんもかっこよくて好きです。原型はだいぶ出来上がってきましたね。この動画では見えてませんが、内部の構造もちゃんと作ってます。でやっぱりキャラの顔を立体で作るのは、難しいってスタルケルさんが言ってましたね。立体的に作りすぎたら、シュートするときに引っかかっちゃうし、平面的に作りすぎたら、ただの絵のようになるので、そこの加減が難しいらしいです。そういえばツイッターのハッシュタグスタコで、私のファンアートを募集してるんですが、私のこと好きなのに、ファンアートにひよってるやついる？いねえよな？ファンアート描くぞー。とか言ってる間にそろそろ完成しそうですね。詳しい説明はスタルケルさんがしてくれると思うので、あとはスタルケルさんに任せましょう。ということで完成したのがこちらになります。どうでしょうか？この佐野万次郎をね真ん中に置いております。通称マイキーですね。でこの横にはひよってるやついる？いねえよなというこのマイキーの名台詞というか、このねセリフがめちゃくちゃ流行って TikTok とかでめちゃくちゃね拡散されてましたけども、ということでこのね、マイキー DB コアを作りました。ただこれだけだとベイにはなっていないので、こちらです。こちらのブレードの名前が竜宮寺剣ですね。竜宮寺剣ブレードと佐野万次郎コア、この2つですね。でこの竜宮寺剣、通称ドラ剣ですね。このドラ剣はこのドラ剣の頭に彫られているタトゥーですね。それをこのブレードの外装のこの刃にねデザインしております。ということでこの東京卍会トップ、この佐野万次郎ね、総長と副総長で出来上がるこのドラケンマイキーですよ。もうこれこそがもう最強のまさに東卍をね表してるベイになるんじゃないかなと思います。そしてこれだけだとねまだ回せる状態ではないのでカスタムしていきます。まずはアーマー、何を使うのかというとこちらゼロを使っていきます。なぜねゼロを使うのかというと、このマイキーの異名が
無敵のマイキーなんですよ。小柄なんだけどめちゃくちゃ強いっていう。無敵ってことはもう敵がいないという、もう敵が0人ということで、その0からね、0で使っていきます。そして次、ディスク。こちら。オーバーディスクですね。もうオーバーディスクはもうめちゃくちゃ強いので、もうまさにマイキーのね、ポテンシャルを表してるんじゃないかなということで、このオーバーディスクを使っていきます。そして最後、ドライバーは何を使うのかというと、こちら、クイックダッシュを使っていきたいと思います。マイキーの蹴りね、めちゃくちゃ速いんですよ。なのでこのクイック、速さをね、表しております。で、この黒っていうことで、この東京卍会の特攻服とかのその黒も表しております。ということで、これをカスタムすると、はい。ドラケンマイキー、オーバークイックダッシュ0。このカスタムが出来上がるということで、早速バトルやっていきましょう。それではバトルやっていきましょう。まずは、喧嘩賭博やっていきたいと思います。ということで、バトルするのはこちら、花垣武道モチーフのベイですね。ブレイブソロモン、ネクサスループ 1S ですね。ということで、この竹道のこの髪型、めちゃくちゃね、この金髪が上にこう、とんがってる感じ。そしてこの過去と未来、これを行き来する2人の竹道が表されております。そしてこのブレイブね、まさに勇気をね、持っているということで、そしてネクサスね、このつながりとかっていう意味。そしてループ、ね、こう、人生をループしてるってことで、この竹道モチーフのベイと戦うのが、こちらです。アビス・ディアボロスゼロヒットゼファー 1S ですね。こちらが清正くんということで、このキング対奴隷ですねの対決をやっていきたいと思います。さてどうなるんでしょうか。いきます。待て、もういいよ竹道、倒れろ、死ぬぞ。おー竹道、大丈夫か。まだだよ。マジで死んじまうぞ竹道。おい、うわ、竹道が。おい清正、視聴者が引いてんぞ。ムキになってんじゃねえよ、主催がよ。お前がこれの主催？はい。ということで、清正くん VS ドラケンマイキーベイでね、戦っていきたいと思います。このドラケンマイキー、オーバークイックダッシュ0でバトルやっていきましょう。果たして、清正くんはどうなってしまうんでしょうか。それでは、いきます。なんとドラケンマイキーの蹴り一発で清正くんノックアウトですね。それでは次のバトルはこちら、パーチンのダチ VS こちらメビウスでやっていきたいと思います。このメビウスがメビウスのね、このヘビみたいなマークとこのメビウスドライバーを使っているということでね、もうまさにメビウスですね。ということでバトルやっていきましょう。パーチンのダチ対メビウス。さてどうなるのか。パーチンのダチ、こん中にパーのダチやられてんのに迷惑だって思ってるやついる？パーのダチやられてんのにひよってるやついる？いねえよな。メビウス潰すわ。ということでこちらメビウスの総長幼い VS またドラケンマイキーでバトルやっていきたいと思います。この幼いはどうなるんでしょうか。いきます。ということでマイキーの蹴りが炸裂と。それでは次がラストバトルになります。ということで血のハロウィンやっていきましょう。まずはこちら羽宮和虎モチーフのグライドスプリガンカルマサバイブ 1S ですね。羽宮ということでこの羽、ウイングがついているリング、そしてこの黒と金の髪の毛を表しているチップ、そしてこのカルマ
罪を背負いながらサバイブ生き続けるということで、この羽宮和虎モチーフのベイを使っていきます。これと戦うのがこちら、バジケイスケモチーフのベイ、ブレイブワイバーンギガウェーブ 1S ですね。この黒で統一されている。そしてこのウェーブがバジ君のロングヘアのちょっとウェーブしているところを表しております。あとペヤングもちょっとウェーブしているということで、それではこのカズトラ VS バジ君でねバトルやっていきましょう。どうなるんでしょうか。いきます。いやー頑張れバジ君、バジ君に勝ってほしい。これ本当にいけるバジ君ならいける。バジ君がカズトラに刺されました。マイキー、次はてめえだ。仲良く行かせてやるよ。黙れ、殴り殺してやる。ということでカズトラ VS このドラケンマイキーベイでバトルやっていきましょう。これによってまた未来が変わってしまうのかどうなんでしょうか。やっていきます。さて、おっとやばい、容赦なくマイキーがカズトラを攻撃しています。カズトラは耐えられるのか殴り殺されないかちょっと心配ですね。これは耐えるのか。いやー、うわなんとマイキーがカズトラを倒してしまったので、今回のこの血のハロウィンはマイキーが逮捕ということでちょっとバッドエンドになりますね。でもこのベイの強さとしては強かったんじゃないかなと思います。ということで今回のドラケンマイキーベイいかがだったでしょうか。今回この外側が ABS っていう、結構強めのね壊れにくいやつですね。プラスチックを使っていて、でこの真ん中の DB コアがレジンっていうねもうすごく綺麗に印刷ができるっていう素材を使ったんですけど、強かったですね。何気にこういう割と、円に近いけどこう取っかかりが各所にあるので、もう相手をバーストさせるには十分で、さらに壊れにくいっていうね、こういう模様とかはちょっとね取れちゃったりはしましたけど、大破するまではねいかなかったんで、めちゃくちゃ強かったんじゃないかなと思いますね。でロックも全然ね、壊れないし、やっぱりこの DB コアがね、すごくいい設計になってるので、この元のね公式が作った DB コアっていうのがすごいいい構造になってるので、こう壊れなかったんじゃないかなと思います。ということで今回のね東京リベンジャーズをちょっとベイでね作ってみたっていう動画だったんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。こう皆さんも何か他のアニメでこういう風に立体化してほしい、ベイにしてほしいっていうものがあればぜひコメント欄に書き込んでください。ということで今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。